どうもコロッケくださいです。今回はこの菅からダクネスを作ります。先日、アクアとメグミンのフィギュアを作りましたが、やはりダクネスも作りたくなってしまった。アニメ3期をずっと見ているんですが、3期のダクネス、めちゃくちゃ可愛い。正直今までは、アクア、メグミンが特に好きで、ダクネスは3番手の感じだったんですが、3期を見てると、一気に変わりつつあります。ダクネス、好きだ。先日の動画で、ダクネスに触れている、このようなコメントもありましたが、前回、アクアとメグミンが父を寄せ合っていたあの頃ダクネスは、みたいなコンセプトです。コーチプレイ中のダクネスは人知れず、ゴブリンに捕まってしまった。過去にもダクネスのフィギュアはいくつか作っているのですが、全部拘束されていますね。個人的にダクネスイコール拘束、みたいなイメージになっています。今回も例に漏れず、ゴブリンに拘束されているダクネスです。ただ、前とちょっと違うのが、今回、女剣士としてのプライドがまだ、ギリ残っている感じの表情です。前の触手の時なんかは、完全に落ちきっている表情でしたが、今回はくっころ、的な感じです。プライドを残しつつも、喜びが隠せていないような表情を意識しています。ところで、この菅3期、さすがに面白すぎでは。この菅は1期と2期も、めちゃくちゃ面白かったですが、個人的に3期が一番面白いです。1話の時点で、変わらないこの菅感、でテンション上がってたのですが、回を追うごとにずっと面白くなってます。特に、5話が超絶神回でしたね。ギャグはキレッキレだし、お風呂シーンも素晴らしかった。それと、3期はクリスもめっちゃ可愛いですよね。パンツをスティールされたクリスのフィギュアを作りたい、と数年前からずっと言っているのですが、最近は特に、その思いが強くなっています。クリス、好きだ。見るたびにいろんなキャラをどんどん好きになっていって、やはり、この菅という作品の魅力はすごいと思います。さて、いつもより長めに語ってしまいましたが、足を作っているところですね。足は金属製の装備なので、少し角張ったような感じを意識しています。続いて、腰回りに服を着せていきます。今回、衣装は結構悩みました。今までは全身タイツで、体のラインががっつり出てる感じだったのですが、今回は腰回りに服も追加されて、だいぶ健全なフィギュアです。両手を上で拘束されているようなポーズです。こういうポーズだと、脇が見えていいですよね。手を作る工程は普段、あまり動画に載せてない気がします。手のひら、指の順で作っていくイメージです。また、指はつける前に関節など、ある程度先に形を作っています。手もそうですが、普段映像でははしょっている部分も結構あるので、あの工程をもうちょっと見たい、というのがあれば、コメントで教えてください。そういうのだと、分割工程が見たい、というコメントは普段から割とありますね。分割の工程もいずれ動画にしますので、スパチュラでシワを造形します。後ろ側のシワも作り込みます。後ろ側はあまり見えないので、そこまで作り込まなくてもいい気もしますが、ここはこだわりポイントです。前の留め具です。細部もしっかりと。続いて上半身です。相変わらずけしからんボディをしておる。
これはカズマじゃなくてもいやらしい視線を向けてしまう。この体で女騎士は無理でしょ。服の破れを追加していきます。ポーズもこの服の破けも、前に作ったダクネスを実は意識しています。あのダクネスは結局、未完成に終わってしまって、ずっと心残りだったんですよね。こんな風に肌がところどころ見えているやつ、好きです。露出が多いのも大好きですけども、こういうのも非常に良きです。ダメージ加工。髪の毛を作ります。前髪部分は後で取り外せるように、パーツの間にワセリンを塗っています。個人的に、分割作業にワセリンは欠かせないです。あと、ワセリンの他に、ベビーパウダーでもいいとかは、聞いたことがあるような気がします。髪の毛の流れを造形します。ポニーテール部分に流れが集まるようなイメージです。ポニーテールを作ります。さらに粘土を持っていく。編んだ紙を根元に巻き、サイドの紙に装飾を追加。続いて、彫刻を作っていきます。シャーペンで壁の造形を彫り込みます。スタイロフォームは加工しやすく、ジオラマ素材としてかなり優秀です。手枷をつなぐところ。そしてゴブリンですが、以前に買ったこちらのフィギュアを使用します。いつか何かに使いたいと思っていましたが、ついに使う時が。原型完成です。塗装していきます。まず全体に白サフを吹き、肌から塗ります。黒は一気に色が乗るので、塗っていて気持ちいいですね。黒タイツ部分にもマスキングをして、さらに色を重ねます。ここの金属管好き。少し時間を置き、マスキングを剥がします。この瞬間はやはり好きです。色味を調整します。髪の毛を塗っていきます。全体を黄色で塗り、細かい部分は筆で塗ります。瞑想です。悔しさと喜びが入り混じっているような表情。最後に彫刻を塗ります。全体を黒で塗り、汚し感を出していきます。そして色味を調整。やっと完成です。